何万ダブス。改めまして皆様こんにちは。新州講座ですね。もう第32回になりますね。足掛け7、8年ぐらいになりますかね。32回までたどり着きました。今日からですね、第10条ということで、麦異義章というところを見ていきます。前回までですね、第9条を見ていきました。今回から第10条ということで新しいところになりますのでね、今日からご参加の方もおられるかもしれませんが、こちらのプリントに沿いながらですね、見てまいりたいと思います。はい。それではですね、まずプリントの、ちょっと本文を見ていく前に、2ページの方ですね、めくっていただいて、こちらのプリントですね、こちらのプリントですね。こちらの方のめくっていただいて、2ページとあるところの上の1のところですね。単2章の構成をまず確認してからですね、入っていこうかと思います。場所お分かりですかね？大丈夫でしょうか？はい。単2章の構成をですね、今一度確認いたしますと、単2章は全部で第18条からなっております。で、まずですね、前序という序文が置かれてあります。そして、その後にですね、本文となる部分が18条ございます。で、その前半は第1条から第10条まで。で、ここにはですね、親鸞上人のお言葉が記されていると言われています。で、単二章の著者はおそらく唯円坊という方だと言われております。唯円坊ですね。その唯円坊という方が、親鸞上人が5条の後、亡くなられた後ですね、親鸞上人からお聞かせいただいた阿弥陀仏の救いの教え、それが異なって伝わっているのではなかろうか、そんな思いからですね、嘆き、筆を取られて記されたのがこの単二章だと言われております。ですから、嘆き、異なっている、その教えが異なっていることを嘆いて記された書物ということで、単二章と申しますね。そして、親鸞上人の言葉をですね、思い出しながら、そのお言葉を記されたのが、この前半部分だと言われますね。第1条から第10条のところ。そして今回見ていくのが、その第10条になるわけですけれども、親鸞上人のお言葉と言われる部分の結びとなるようなところですね。で、ここまで第1条からですね、序文からなりますけど、序文から第1条、第9条までを通して見てまいりました。その内容を結ぶような内容が今日のですね、第10条の内容となっております。そしてその後にですね、プリントで言いますと、丸3となっている中序という部分があります。中序ですね。この中序というところもあるんですけれども、聖典などを見ていくとですね、第10条と中序の部分が続いて記されております。ですが、今回はですね、その中序の部分は引用せずにですね、第10条の親鸞上人の言葉にあたる部分だけを抜き出して見ていこうかと思います。とにかくこの第10条はですね、単二章の前半部分の親鸞上人のお言葉を結ぶような内容となっております。それでは単二章の第10条の内容を見ていきたいと思います。はい。では、プリントの1ページに戻っていただきまして、本文、意訳とですね、ご一緒に拝読をさせていただこうかと思います。本文のところ、文章が短いですのでね、ご一緒に拝読させていただこうかと思います。それではですね、ご一緒くださいませ。念仏には麦をもって義とす。不可証、不可説、不可思議のゆえにと仰せ総来記。この部分の意訳をその下に書いております。意訳という部分ですね。こちらもご一緒に読ませていただこうと思います。他力の念仏においては、自力の計らいを交えないことを本義とします。なぜなら、他力の念仏とは、我々の計らいを超えたものであり、
解き尽くすことも心で思いはかることもできないからです。そのように親鸞上人は仰せになりました。まずこの第10条のですね、言葉を意味を押さえながらですね、全体の概要を見ていきたいと思います。冒頭にですね、念仏には麦をもって義とすという言葉が出てきますね。で、この言葉を訳すと、他力の念仏においては、自力の計らいを交えないことを本義としますと。そのような意味になります。で、下の方に中のような形で意味を書いておりますけれども、他力という言葉ですね。他力という言葉は、阿弥陀仏の救いの力、働きという意味です。よくね、他力というと人任せというような風に使われることもありますが、もともとはですね、仏教の言葉では他力というと阿弥陀仏の救いの力、働きのことを他力と言います。そして念仏とはですね、念仏ってよく聞くかもしれませんね。念仏。念仏とは、ナモ阿弥陀仏、ナマンダ仏、ナンマンダ仏、ナマンダブと唱えることですね。それを念仏と言います。で、南無阿弥陀仏という言葉は、阿弥陀仏の救いにお任せしますと、そういう意味の言葉です。ですので、他力の念仏と、ここに出てきますけれどもね、他力の念仏というのはですね、阿弥陀仏の救いにお任せして、そして、南無阿弥陀仏と唱えることですね。南無阿弥陀仏というふうに言いますが、ちょっと略してですね、ナマンダブ、ナンマンダブというふうに言われることが多いですね。で、第10条では、この阿弥陀仏の救いにお任せして、南無阿弥陀仏と唱える、そういった他力の念仏というものは、麦をもって義とすると書いてあります。麦をもって義とする。ちょっと難しい言葉なんですね。で、麦とはですね、自力の計らいや自らの思慮分別を交えないことと言われます。あれこれとやってみたりとか、またあれこれと考えたりというような、そういった自分の計らいをですね、交えないこと。そういうことを麦というんですね。そして麦をもって義とすると。2個目の義。この義はですね、本義というような意味になります。ですので、念仏には麦をもって義とすると。そういう言葉の意味はですね、阿弥陀仏の救いにお任せして、南無阿弥陀仏と唱える他力の念仏は、自力の計らいや思慮、分別を交えないことを本義とすると。そういう意味になります。他力の念仏とは、自らの思慮分別とか、あれこれと考えるものではないと。逆に言うとですね、他力の念仏とは、人間の思慮分別を超えたものであると。そういうことがですね、この念仏には麦をもって義とすと。そういう言葉で示されております。で、その理由がですね、その続いて示されております。本文の部分を見ていただきますとね、今の念仏には麦をもって義とすと。その言葉の次ですね、不可証、不可説、不可思議のゆえにと。こうあります。で、この文章の訳はこのようになりますね。なぜなら他力の念仏とは我々の計らいを超えたものであり、解き尽くすことも心で思いはかることもできないからです。そのように訳しています。で、ここでもやはりですね、他力の念仏とは自力の計らいを超えたもの、人間の思慮分別を超えたものということをですね、言葉を変えて繰り返してですね、示されています。不可証、不可説、不可思議という言葉が出てきますけれどもね、不可とは不可能という言葉がありますね。不可能。その不可と、ここではできないという意味で使われています。で、不可証とあります。証。これは測りとかね、測るという意味があると言われます。ですから、そこの前に不可とついていますので、不可証。測ることができないと。そういう意味になります。で、この歎異抄第10条では、我々の計らいを超えていると。
そのように訳しております。何が我々の計らいを超えているかというと、他力の念仏がですね。そして不可説、次不可説ですね。不可説とは、説は解くという漢字ですから、不可がついて解き尽くすことができない。そういう意味になります。その次が不可思議ですね。不可思議。思議できない。思議というのは、考えるとか思うという意味ですけれども、そこに不可がついておりますので、考えたり思ったりできないという意味です。ですので、ここではですね、思いはかることができないと、そのように訳しております。つまり、他力の念仏というものは、我々の計らいを超えたものであって、解き尽くすことも、心で思いはかることもできない。ですから、自らのこの計らい、自力の計らいを交えないことを本義とすると。第10条の文章の概要としては大体そういう内容、意味になります。ちょっと言葉がね、難しいかもしれませんけれども、大体そういう意味が書いてあるんだなということをまず押さえながら、ここから見ていこうと思います。今のような内容をですね、プリントの2ページの2番、B、C とあるところに書いております。今のところまとめた言葉になっておりますね。はい。で、ここから3番のところに行きますけれども、繰り返しになりますけれども、この第10条では、まず冒頭にですね、念仏には無義をもって義とすと、そういう言葉が記されております。非常に凛としたかっこいい言葉ですね。他力の念仏とは、自力の計らいや思慮分別を交えるものではないんだ。そういったことが示されております。では、3の D のところをご覧ください。なぜ念仏とは、自力の計らいや自らの思慮分別を差し挟むようなものではないのでしょうか。そういったことをね、少し考えてみたいと思います。次の E のところですね。私たちは物事を見たり考えたりするときに、それをいいとか悪いとか正しいとか間違っているとか、区分したりですね、分別して見ています。で、その区別したり分別するその基準は何でしょうか。ここで少し問題ですけれども、皆さんにとって良い服悪い服の基準は何でしょうか。良い服悪い服、もちろん着れる服ということを前提にしてですね、良い服ってどんな服でしょうか。人それぞれあるんですね。自分にとっていい服ってどんな服かな。いかがですか。自分が着て心地よい。そうですね。心地よい、心地よさありますよね。石橋さんいかがですか。そうですね。着心地がいい。着てて楽しい気持ちになれるというか、嬉しい気持ちになれるし、ちょっときらびやかだったらちょっと見てっていう感じ、ね。そうですね。そうですね。着心地の良さにプラスして心がワクワクするような、そういったもので、またそれだとね、ちょっと見てほしいなと、そういうふうに思ったりするということもありますかね。いろいろあると思いますね。人それぞれに基準があると思いますけども、おしゃれさとか、先ほど言っていただいた着心地とかですね、もしくは流行に乗ってるかとかですね、そういったこともあるかもしれませんし、着ていく場に合ってるかどうかとかですね、もしくは最近で言うと環境に配慮されて作られているかどうかとかですね、そういうことも気にされる方もお若い方とかだったらねいるかもしれませんが、良い服か悪い服か、人によってそれぞれ基準がありますね。で、良いか悪いかを区別しているその基準は何かというと、人それぞれである。で、それはつまり自分を基準としているということですね。自分を基準としていると。で、ここで F のところをご覧くださいね。良いか悪いか、私たちはそれぞれに自分を基準として考えています。ですから人それぞれにですね、良い悪いの基準が違います。人の数だけその良い悪いの基準があることになります。もちろん集団で生活したり社会で生活する上ではですね、基準があまりに違いすぎると困りますから、一定のその善悪の基準とされるものがありますね。
例えばそれが法律というものであったりとか、ルールとかマナーとか、価値観、倫理観、そういったものかと思います。とにかく私たちは物事を見たり考えたりするときにですね、これがいいとか悪いとか、正しいとか間違っているとか、そういうふうにですね、区別分別して見るような、そういう習性があるんですね。で、その区別分別する基準を自分というものに置いております。G のところですね、2ページの下のところですね。そうした物事を見たり考えたりする基準を自分自身において、自分において、これが良いとか悪いとか、正しいとか間違っているとか、区別分別して見ているあり方をですね、計らいとか思慮分別と言っております。で、私たちはですね、放っておくと常に物事を自分中心に見て考えてしまう、そういう習性があるんだ。そのようにですね、仏教では考えます。3ページ右側の方のですね、H のところをご覧ください。私たちは自分にとって都合の良いことや好きなことを良いこと、正しいこと、そういうふうに思ってしまうような習性があります。また逆にですね、自分にとって都合の悪いこととか嫌いなことは悪いことと、間違ったこととしてしまう。で、そして思い通りになれば喜んで、思い通りにならなければ怒り悩む。そのように一喜一憂して生きているのが私たちの日常かもしれません。その続きですね、愛のところです。そうした自分を中心に置いた自分本位なあり方をですね、仏教では無明や愚痴、愚かさと言っています。先日の朝参りで愚かさというね、言葉が出てきたのを、お参りされた方は覚えていらっしゃいますかね。愚かさ。ここで出てきましたね。自分中心の自分本位のあり方を仏教では無明とか愚痴とか愚かさと言うんですよと。これ同じ意味の言葉ですね。常に物事を自分中心に見て考えてしまう。そういう習性を持った私たちは、自分という基準を抜きにしてですね、ありのままに物事を見通すということは難しいことだ。そういったことがですね、仏教の考え方のまず根本にあるんですね。で、歎異抄第10条の言葉に戻りますとね、念仏には無義をもって義とすと、そういう言葉が示されておりました。他力の念仏とは、自力の計らいや思慮分別を交えない、そういったことを本義とするんだ。そういう言葉ですね。自らで価値基準であれこれと見たりとかですね、自らがあれこれする。そのような、自分の価値基準で見ていくようなものは、ね、念仏ではない。他力の念仏というのはそういうものではないということが示されております。4番の J のところをご覧ください。常に物事をですね、自分中心に見て考えてしまうような、そんな習性を持った私たちが、自らの計らいとか、また思慮分別を持ち込んでですね、念仏というものを考えると、例えばどのようになっていくでしょうか。ここからね、少し考えてみたいと思いますが、自分の計らい、思慮分別、そういったものを持ってですね、念仏というものを見ていくとどうなるのか。そうするとですね、念仏がいいものか悪いものか、正しいか間違っているか、そのようにですね、念仏を自らの計らいを交えて自分を基準に捉えていくということになるんじゃないでしょうか。例えばですけれども、念仏とは自分にご利益があるからいいものだとか、念仏は逆にですね、ご利益がないから悪いものだと、そういう捉え方になってしまうかもしれません。信州大谷派のですね、宮城静香先生という先生がおられましたけども、お亡くなりになられておりますけれどもね、宮城静香先生、その宮城静香先生の歎異抄のですね、講義録というものがありまして、そちらを見ておりましたら、自動販売機の信心というものと、そろばん勘定の信心と、そういうお話をなさっておりました。自動販売機の信心、そろばん勘定の信心。それはあるお坊さんとかですね、仏教の学者さんが
先生が言われていたことらしいんですけど、そのことを紹介されておりました。で、仏教学の先生がですね、私たち日本人のこの信心のあり方というものは、自動販売機の信心だと、そういうふうに表現されていたそうなんですね。で、それどういう意味だと思いますか？自動販売機の信心。自動販売機って飲み物が中にいくつかありますね。で、自分がこれ欲しいなと思ったものをお金を入れて、ピッと押したらその飲み物が出てくる。そういう仕組みですよね。で、我々日本人の信心というのも、なんかそういった自動販売機のような信心ではなかろうかと。そういう話をね、ある仏教の学者さんがされていたということを、お話で紹介されておりました。で、自動販売機の信心とはですね、そのような自動販売機のようにですね、我々日本人はいろんなご利益を望んでいると。で、このご利益が欲しいなと思ったら、そのことを信心するという、そういう意味合いでしょうかね。病気になれば病気が治ってほしいなと思うし、交通安全っていうことも願うし、いろんなことを我々願いながら生きておりますね。そういったいろんなご利益を望んで、その時に望んだご利益とか必要なご利益を選んで信じようとする。で、それによって自分が望んだことが叶えばですね、ご利益があったと思うでしょうし、またこれは正しい信心だと、そう思うかもしれません。望んだことが叶わなければご利益がなかった。この信心はダメだと、そのように思うかもしれませんね。こうした信心のあり方を指した言葉が自動販売機の信心と、そういう言葉かと思います。で、また別の先生のお言葉もね、紹介されておりまして、それがそろばん勘定の信心と言われてたそうです。そろばん勘定の信心。どういうことでしょうかね、そろばん勘定。それは自分の望みと、それによるご利益が割に合うかどうか。こういうことをね、そろばん勘定の信心と言っているんじゃなかろうかなと思います。自分が望みとそのご利益とが割に合えばですね、信心した甲斐があった。そのように思うかもしれませんし、その信心は正しいと思う。で、割に合わなければ、その信心は間違ったものだと思うと。そのような信心のあり方をですね、そろばん勘定の信心と、呼んでいるかと思いますね。このようにですね、自らの計らいとか、思慮分別を持ち込んで念仏というものを考えるとですね、念仏は自分にご利益があるからいいものだとか、逆にご利益がないから悪いものだと、そういう捉え方になってしまうということが一つ言えるかと思います。今言いたいことお分かりになりますかね。念仏というものは自らの計らいを交えない、そういったことを本義とするんだという言葉で、逆にですね、じゃあ自らの計らいを持ってこの念仏というのを考えていったらどうなるか、その一例としてですね、こうありたいというご利益に叶えばいいものだというふうに思うし、叶わなければ悪いものだと、そういうふうに思ってしまうような、もし自分の計らいを交えたらですね、念仏というのはそういうものになってしまうんだと、そういったことがね、一つちょっと抑えられるかなと思いますね。で、望んだことが現実になれば私たち嬉しいですね。望んだ通りにしかしならないこともありますね。願うとか、それが悪いことではありません。無病息災を願っても病気になるということはあるし、交通事故に遭うこともあります。祈ったりとか願ったりするというのは人間の根源的な思いですね。根源的な思いですので、祈ったり願ったりというその思い自体は否定されるものじゃありません。我が子が病気になれば治ってほしいと、やっぱり人として思うでしょうし、子や孫が健やかに育ってほしい、そのように願うのも人間らしい粗純な感情ですよね。しかし思った通りになるばかりでもないのが人生であるということを、年を重ねれば重ねられるほどですね、皆様肌身に感じて思われることもあるんじゃなかろうかなと思います。で、そのことをお釈迦様は人生は苦であると、そういうふうにお示しになりました。人生には思い通りにならないこともありますよということですね。しかし
この思い通りにならない、そんな人生の現実に遭いながらもですね、それもまた人生であった。そのように気づかされていく。苦しみ、悲しみ、怒り。そんないろんな感情をですね、我々抱えながら生きておりますけれども、思い通りにならない現実、それを阿弥陀様が丸ごと抱えてくださって、そして心豊かに我々が歩んでいける。そうした生き方に目覚めさせられていくということがですね、仏法に出会う、仏縁によって育まれていく、そういう生き方ではなかろうかなと思います。今ですね、何の話をしてたかというと、自らの計らいや思慮分別を持ち込んで念仏について考えるとどうなるかというお話をしておりました。他にもですね、例えばこういう考え方もできるかと思います。阿弥陀仏とは必ず救ってくださる仏様だ。だから念仏をしていれば少しくらい悪いことをしてもいいものだと。そういう捉え方もあるかもしれません。で、これは自分の計らいを入れている取り方ですね。そういう考え方は増悪無下というふうに言われております。悪を作っても障りとならない。下とは障り、障害というような意味合いですけれども、悪を作っても障りとならない。悪を作っても阿弥陀様の救いに何ら障りがない。それは何でしょうね。やっぱりちょっと本願誇りっていうふうに言われたりするんですけれども、阿弥陀様の救いを誇ってしまっているっていうかですね。で、実際にそういった考え方をして悪行を振るったという、そういう方もおられたそうですね。当然ながらですね、救われるから悪さをしていいと、そういうふうにはですね、阿弥陀様はおっしゃっておられません。このように自らの計らいとかですね、思慮分別を持ち込んで念仏というものを考えると、その良し悪しとか正しいかそうではないかとか、こういうふうに考えられるんじゃないかとか、いろいろですね、自分を基準に考えることになるんですね。そこでですね、4番の K のところですね、3ページの K のところです。しかし、他力の念仏とは、自らの思慮分別を当てはめて考えるものではなくて、人間の思慮分別を超えたものであるというのが、念仏には無義をもって義とすと、そういう言葉で示されております。私が非常に尊敬するですね、架橋実円和上という、お坊さんがおられました。架橋先生もですね、ご往生なさいましたけれども、本願寺派のですね、寛学さんといって非常に学問されたお坊さんでございまして、その架橋和上、多くのですね、お坊さんに尊敬された方でした。で、その架橋和上がですね、書物の中でこのような内容のことを記されておりました。それを3ページの5のですね、L のところに書いております。闇は闇を照らすことはできないから闇であると。闇は闇を照らすことはできないから闇であると。こういう言葉を記されてたんですね。これどういうことかというとですね、物事を自分中心に見てしまう、そんな習性を持った私たちは、自分中心に考えているということに気づかない。自分が自分中心であることは、闇が光で照らされるようにですね、自分中心でないものに触れて初めて気づかされると。なんかこの言葉からね、そういうことを思わされますね。我々生きていて、あまり自分が自分中心であるっていうことなんてね、考えたくないですし、あんま考えないと思うんですよね。この前、朝参りの時のね、お話もしましたけれども、
何か自分にとって都合の良くないことがあればですね、人のせいにしてしまうっていうのが我々のあり方とも言えるかと思うんですね。よく例に出しますけれども、前の車が遅くて、前の車は信号を渡ってしまった。でも自分は赤信号に捕まってしまった。ああ、なんで前の車が遅いんだ。遅いからこうなったんだ。こういうふうにやっぱ考えてしまうのが我々であるような気がいたしますけれども、もう少し前にね、時間を早く出ていればそんなに焦ることもない、わけですけれども、ついついギリギリの時間に出てしまうがゆえにですね、そういう他の車の動きに惑わされてしまって、ああ、前の車が遅いなとイライラしてしまう。そのようにですね、自分中心に物事を見ながら、人が悪いんだとそういうふうに外の方に目を向けてですね、生きてしまうのが我々の習性、そういった習性があるんですよと仏教では考えていくわけですけれども、そのことって自分中心ではないものに触れないとなかなか気づかされないんじゃないかと。それがですね、この闇は闇を照らすことができないから闇であると。自分中心である自分がなかなか自分は自分中心であると思えない。そのようなことがですね、この言葉から感じることであります。4ページの M のところですね。自分本位ではない。自他一如。自分と他者とが一つのごとし。自他一如とも言われるようなですね、そのような自らと他者の区別を超えた無分別の知恵、無分別知の仏の領域から来る言葉。つまり仏法ですね。南無阿弥陀仏もそうですけれども、そうした仏法によって初めて自分が自分本位であるということが知らされていきます。自分本位の無明の闇が仏様の知恵の光に照らされて、自分本位の自分という素のままの自分の姿がはっきりしていきます。仏法、仏教とも言いますけれどもね、仏様のあり方、また仏様とはこういう人ですよ、こういう方ですよ、自らも置いておいてもあなたが苦しいと思っていれば助けに来てくださるようなそんな方ですよ、あなたのことを思い続けてくださる方ですよ、そういった仏様のあり方を通しながらですね、自分がいかに自分中心であったか、そういうことも気づかされていく。そうした知恵の光とかね言われるとちょっと抽象的に聞こえますが、教えによって我々が自分中心の生き方をしているということに気づかされていくということですね。自分中心という無明の闇に覆われながら、いろんなものをですね、あらゆるものを自分を中心に置いて、自分中心の基準で見て、あれはいいとか悪いとか、あれは正しいとか間違っているとか、そういうふうに考えてしまう。そしてそれをともすれば押し付けてしまう。そんな自分の姿にはっと気づかされる。それが仏法を聞いていく大きな意味ともなるかと思いますね。N のところですね。そんな自分中心の価値基準で物事を見ている。自分本位の自分に気づかされたら、自分は善悪についてよく知っていると。そのようには思えなくなってきます。阿弥陀仏の救いについて、自らの計らいで受け止めていくものではなくて、計らいを超えた阿弥陀仏の仰せのままにいただいていくものだと気づかされていきます。そのように書いておりますけれどもね。自分中心に常に物事を見てしまう。あの人はいい人か悪い人か。でも本当のところはよくわかりません。それはあくまで自分からの見た視点です。ニュースについてもね、いろんなことが報道されておりますけれども、立場によって全然見方が違いますね。それぞれね、立場によって正義があると。正義の反対は悪ではなく別の正義だと言われますね。お互いにそれぞれの見方があって自分中心に見ている。どこまで行っても自分中心の見方が捨てられない。そういう我々のあり方。そのことにまず気づかされるということが大事なんだと思いますね。親鸞上人は「歎異抄」の後ろの方の言葉にね出てきますが、善悪の2つについて全く知らないと、そういうふうに言っていかれました。でそれというのは
自分がいかに自分中心に生きているか、自分本位に生きているかということに深く気づかされたからこそ出てくる言葉だと思うんですね。そこまで思わなくてですね、そういうふうに言っていたら、やっぱネガティブということになるでしょうしね。でもそうじゃないんですね。阿弥陀仏という自分中心ではないものに触れているからこそ、自分中心である自分が見えてくる。自分中心の視点しか見えない状態を無明な闇と言っております。それが光に照らされることによって、ああ、自分が闇であったんだと初めて気づかされていく。闇を照らすことはできないから闇であると。闇は闇自身で闇であることに気づけない、なかなかですね。それは明るいものに出会った時に、ああ、暗かったんだと初めて気づかされる。そういうことがあろうかと思います。N のところをご覧ください。そんな自分中心の価値基準で物事を見ている。自分本位の自分に気づかされたら、自分は善悪についてよく知っているとはなかなか思えなくなっていきます。ここの部分今読みましたね。阿弥陀仏の救いについて自らの計らいで受け止めていくものではなくて、計らいを超えた阿弥陀仏の仰せのままにいただいていくものだと気づかされていきます。先ほど読みましたね、ここの。その続いて、王のところですね。南無阿弥陀仏、他力の念仏ということがずっと出てきておりますが、その他力の念仏とは南無阿弥陀仏です。南無阿弥陀仏とは、必ずあなたを救うという阿弥陀仏の呼び声です。必ず救うという阿弥陀仏の呼び声に対して、自らの計らいを交えず、お任せいたしますと、身も心も委ねていく。そうした姿から起こる南無阿弥陀仏のお念仏を他力の念仏と言います。南無阿弥陀仏というお念仏は、私の口からこぼれ落ちているけれども、そのもとは必ず救うという阿弥陀仏の願いと誓いの言葉です。無明の闇に覆われて、自分が良ければいいという欲であったり、思い通りにならないことから起こる怒りの心に振り回されて、一喜一憂しながら、迷いながら生きている。そんな私たちにですね、自他の分別、自分とか他者とか、善悪とか、そういった区別を超えたですね、無分別地の悟りの領域から、あなたを必ず救うと呼びかけておられる。知恵の光で無明の闇を照らして、自分と他者の区別を超えた大いなるこの命の領域、そういったものに誘われていく。そうした阿弥陀仏の呼び声が、私たちの口からこぼれ落ちたものが、南無阿弥陀仏の他力の念仏である。そうした他力の念仏には、自らの計らいを交えていくものではないですよ。そうしたことがですね、念仏には無義をもって義とすと、そういう言葉で示されているかと思います。そんなことを味わいながらですね、今一度本文意訳を読んで、少しお時間ありますのでね、ちょっとよろしければ質疑応答であったり、また感想などいただこうかと思います。今回の内容かなり歯応えもありますのでね、歎異抄ってなかなか鋭いがゆえに非常にある意味では難解にも思えるかもしれませんが、これを受け取って素朴な感想というかですね、そういうものが非常に大切なような気がいたします。今日も朝のですね、オンラインの配信を土曜日、各週で2週間に1回しておるんですけれども、そのオンラインの配信は少し年齢が少しお若めの方がですね、また全国からオンラインですから参加されております。でもその方はですね、必ず救うという阿弥陀様のそのことだけで私は嬉しくなります。ありがたくなります。そういうふうにおっしゃっておりました。そのことがいただけたらもうそれでいいんだろうと思うんですよね。そのことがなかなかいただけないからあれこれと言葉を尽くして語るわけなんですが、阿弥陀様が必ず救ってくださいますよっていう、そういうふうに思いをかけてくださっておりますよ。そのことがスッと受け止めていけたら我々それでいいんだろうと思うんですけどもね。でも今日の内容はですね、根本的なそういう内容です。
自らの計らい、私が救われるだろうか救われないだろうかとか、そんなことも交えずですね、阿弥陀様にお任せしていく、そのことが大事なんだ。歎異抄第2条のところで出てきました。親鸞上人にですね、突っかかってくるお弟子さんの話が出てきました。遠く関東から京都におられる親鸞上人のもとまで、昔歩きとかですねいうところですから、相当な長旅になりますけども、命を懸けながら親鸞上人のところに来て、念仏をすれば地獄に落ちると聞いたが、それは確かでしょうかと、そういうふうに親鸞上人に詰め寄っていかれた。親鸞上人はそれに対して、私は法然上人からいただいたその念仏の教えというものをただ信じて、ただそれを信じて唱えているだけだ。念仏をして地獄に落ちようと私は構わん。そういうふうに言い切っていかれた。これがですね、なんか自らの計らいを用いてないわけです。自分が救われるか救われないか、地獄に落ちるか落ちないか、そんなことじゃないんだ。阿弥陀様が救ってくださる。そのことをそのまま受け止めていく。それに対してこの前の第9条のですね、唯円坊の言葉、念仏をしているのに喜びの心が湧き起こってこない。これは一体どうしたことでしょうか。それに対して親鸞上人は非常に優しく受け止められるんですね。それは阿弥陀様のこの救いというのをこの疑っているとかそういうことではなくて、その阿弥陀様に救われていくということをいただきながらもそれが喜べない。それをどうしたらいいだろうかと、そういう問いが第9条でした。でもそれに対してその阿弥陀様の救いを喜べないのは煩悩が邪魔しているからだと。私が煩悩を持っているからだと。その煩悩を持つ者たちを救うと阿弥陀様は言ってくださっているんだから、阿弥陀様の救いを喜べないからこそ阿弥陀様に救われていく。そのことはますます間違いないことであろう。そういうふうに逆説的に言っていかれるんですね。非常に歎異抄というのは何か深みがある、なんていうんですかね、逆説的な言葉が多いんですけれども、だから難しいんですね。非常に難しいけれども、いただいていったら、あ、そうかと心が揺さぶられるようなですね、そのような書物が歎異抄という書物であろうかと思います。今日は第10条を見ていきました。本文と意訳のところでですね、改めてちょっと味わって読んでいきたいと思います。本文のところですね、1ページのところですね。ではご一緒くださいませ。念仏には無義をもって義とす。不可証、不可説、不可思議のゆえにと仰せ総来記。意訳です。他力の念仏においては、自力の計らいを交えないことを本義とします。なぜなら、他力の念仏とは、我々の計らいを超えたものであり、解き尽くすことも、心で思い量ることもできないからです。そのように親鸞上人は仰せになりました。はい、こういう内容でした。